これで四隅にミシンがかかった状態です。裏側からねミシンかかってます。でこの四隅を、千鳥掛けで軽くしつけで千鳥掛けしておくと、これ動かなくて邪魔にならないので、ね、あんまり大きくてもしょうがないから一回りこう小さめにしとくかね。まあ、四角くてもいいんだけどね、別に。身ごろは接着芯だけすくうようにして、あと見返しの布をすくって身ごろの表側にしつけの影響が出ないように軽くでいいですよ。あんまりやりすぎない。こんな感じでぐるっと一周しつけをかけます。でこのしつけは取りません。取りませんので、見返しつけばつけないから特に問題ないんだけど、極薄の生地で当たりが出る時とか、そういう時はミシン糸に変えてやればいいです。千鳥掛けでぐるっとかがっておきました。表に響かないようにだけ気をつけてください。でこれかがったことで表に余計な当たりが出るようだったら、ところどころ止めるだけでもいいです。全部やんなくていいです。当たり出ないようにだけ気をつけてください。さてそれではこの状態までできたら、あとはジャケットなりコートなり身ごろを全部作ります。全部作って見返しと裏布も全部くっつけて出来上がりの状態ですね。最後見返しがこうかぶってくる出来上がりの状態。出来上がりの状態になったら、ボタンホールの周辺を軽くしつけで留めておきましょう。これでしつけがかかりました。A の場合はここで裏をこう見返しを祭りつけて完成だったんですけど、 B は裏側の見返し側祭らずにミシンで縫い付けます。でどこ縫うかっていうと、さっき落とし地付けしたここですね。こっから一周ぐるっと落としミシンで縫っていきます。それでは落としミシンをかけていきます。押さえ金はファスナー押さえにしてあります。これ押さえ金何でもいいんですけど、針が落ちるところが見えないと不安な人は押さえ金は、ファスナー押さえとかの肩押さえ使うといいんじゃないかなと思います。あとは2ミリ押さえでもいいし、普通の押さえ金でももちろん大丈夫です。ただこの肩押さえとかになると結構ね、こう安定感悪いんですよね。こっちに押さえがないから生地が滑ったりしやすい。なのでサンドペーパーのせると結構いい感じ。目がね外れないように慎重に縫ってください。目がね外れると目立つんだよね。
こんな感じです。これで落としミシンかかった状態なので、したらこの A の時と同じように切り込みを入れます。で裏側に切り込みを入れていきます。表の玉縁布を切らないので注意してくださいね。でこれはですね、このミシン、この落としミシンがこの見返しを押さえるミシンになるので、縫い代は際まで切り落としてください。玉縁切らないでね。ほつれが気になる場合はミシンから1、2ミリ手前側で切ってもいいです。あんまりキワキワまで切らなくてもいいので、こんな感じかな。でね、どうしてもやっぱりほつれてくるんじゃないかとか気になるので引け塗ります。ほつれ止めを軽く塗ってください。あんまりベロベロ塗らないようにね。本当に立ち端のほつれをこう止める目的なので、あんまりたくさんのせちゃうとね硬くなるので、もう少しずつ。でこのピケもね、黒地の場合だともしかしたら白く浮いちゃうかもしれない。その時はピケ使わずにやった方が無難かもしれません。でちょっと乾くの待ちます。で乾いたら、乾いてないんだけど、これ次は乾いてからやってくださいね。表からかけた落としミシン、ここにあるでしょ。これをまたぐように千鳥掛けしていきます。ここぐるっと周囲。この千鳥掛けの目的は、こう生地がこうぐっと引っ張られた時にここのミシンがベロッと抜けないようにするための補強なので、玉縁布を必ずすくいます。玉縁布すくって見返しをすくって、玉縁布をすくって見返しをすくう。針目は細かく、できるだけ細かく。でぐるっと一周縫ってきたのがこんな感じに仕上がっています。赤で縫ってるから目立つんだけど、普通は地縫いの糸と同じ色を使うので、こんなに目立たないです、仕上がりは。でクリーニングに出しても多分大丈夫だと思うので、ここまでやっとけばね、ほぼほつれてくることはないと思います。で裏はかなりすっきり仕上がってます。表もね、この縫い代こっちとこっちに分散しているのでかなりすっきり仕上がってます。この縫い方が
厚地のコート類なんかだと一番丁寧なボタンホールの縫い方だと思うので、昔はこうだったんですけどね、昔こんな感じで縫ってたんだけど、最近洋裁本でもこういう感じの縫い方してるとこ珍しくなってきたけど、 A の方が多いんですけど、どっちかっていうと、難しいかな、個人差はあるけど、こっちの方が形を整えやすい、綺麗に縫いやすいっていう人も結構います。私はこっちの方が縫いやすいんです。ただA の縫い方だと、こっちね、こっち A だ、こっちの A の縫い方だと手早いんですよね。工業用品みたくパッパッパッと何着も作っていくんであれば、こっちの方が格段に早いんですけど、なんだけど、仕上がりを重視する場合はこっちの方が、この仕上がり、なんていうんだろう、全体的な風合いも自然に仕上がるし、生地の厚みも分散されるし、おすすめかなと思います。でその辺はね、両方まず縫ってみてください。どっちがやりやすいか、どっちがいいってことではなくて、どっちがやりやすいかっていうので決めてもいいと思います。で裏側の始末に関しては、これはどっちも千鳥掛けなんだけど、その祀るのか千鳥掛けにするのか、それともあとここには載せてないけど、あと全部ステッチで仕上げるのかは、その都度生地と相談しながら決めるっていう感じです。